いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今日も一緒に釣りの勉強をしていきましょう。今回のテーマはレンジキープとアジングを解説していきます。アジングの基本的なテクニックでレンジキープという言葉を聞いたことがあると思います。直訳すると水中の一定の深さを保つ意味となります。基本的なテクニックとは言っても、これが一番難しいテクニックと言ってもいいぐらいです。今回のレンジキープを学ぶことによって、釣る力の再現性を身につけて、アジが連続で釣れるようになります。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。水平移動でなく同じ軌道、ロッドを上げる、風と潮の影響も計算する。この3つについて解説していきます。水平移動でなく同じ軌道について解説いたします。レンジキープの考え方は水平移動ではなく同じ軌道を繰り返すことがポイントになります。これを再現性と言います。その中で水平移動ができればより良いということになります。潮の中は常に動いています。例えば流れが全くないプールでルアー、ジグタンを水平移動させるのも至難の業と思います。ルアー自体が多少の上下はあるものの、アジが釣れた棚、深さに再びルアーを届けることができて、連続でアジを釣ることができれば、レンジキープできていると自信を持って大丈夫です。自信を持ってレンジキープができるようになると、アジの群れがいるかいないかがわかるようになって、このまま同じ棚で釣り続けるか、それとももう少し深いところを狙ってみようなど判断する力が身につきます。ロッドを上げるについて解説いたします。ラインの浮き沈みはラインの種類や特性によって異なりますので、今回は比重が重いフロロカーボンラインかエステルラインで見ていきます。ルアーをキャストして着水させます。そこからフリーフォール、ラインを緩めた状態でカウントダウン、数えながら沈めていきます。狙いたい深さが決まったら、リールを巻いて糸付け、たるんだ糸を取ります。そこからラインを張った状態でレンジキープをしていくことになります。ラインを張った状態でルアーが沈もうとすると、ルアーはロッドのティップ部分、先端を中心としてラインと同じ長さで円を描くように沈んでいきます。すると、沈むと同時にルアーは前に進む力が働きます。ルアーをレンジキープさせるためには、沈んでいく方向も考えながら、ルアーを上に持ち上げる作業が必要になってきます。ここでは2種類のロッドを上げる方法と使い分け方を解説いたします。ベイトパターンは L 字、プランクトンパターンは I 字。この2つについて解説いたします。ロッドを L 字、直角方向に上げる方法は、アジの捕食対象がベイト、小魚の場合に効果的です。ロッドを支点として L 字、直角方向に上げることによって、ルアーを上に持ち上げる力と前に進む力が強くなります。すると、ルアーが前に進むようなキビキビとした動きは、小魚が泳いでいるかのような演出をします。リールはロッドを下げた時の糸付けを取るだけで十分です。また、ふわっとしたあたりでアジがワームを加えたか加えていないか確認するときも L 字直角方向にロッドを動かしてあたりと合わせを確認します。ロッドを I 字真上方向に上げる方法はアジの捕食対象がプランクトン、網の場合に効果的です。操作はロッドのティップ、先端の動きを意識します。ロッドのティップ、先端を真上に持ち上げることによって、ルアーが前に進む力は少なくなって、ルアーが上に持ち上がる力は残ります。すると、ルアーが前に進む速度が遅くなって、プランクトンが潮の流れに漂っているかのような演出をします。リールはロッドを下げた時の糸付けを取るだけで十分です。ロッドを上に動かす速度は
ルアーが沈む速度と同じです。ラインが張りすぎず、緩すぎず、確認しながら調整していきます。その速度はジグタンの重さや形状、潮の流れなどの影響により異なります。風と潮の影響も計算するについて解説いたします。ルアーの沈む速度は自然の影響による外的要因も考えないといけません。主な影響は次の2つです。風の影響でラインが煽られる。潮の影響でルアーが浮き沈む。この2つについて解説いたします。風が強い場合はロッドを下げてできるだけ風に煽られるラインを少なくします。ラインが風に煽られるとルアーがラインに引っ張られてルアーが自分が思っていないような動きをしてしまいます。堤防など海面までの距離がある場合は風に煽られるラインの長さが長くなるためルアーの動きがますます自分が思っていない動きをしてしまいます。その場合はジグヘッドを重くして対応します。ジグヘッドが重くなって早く沈んでしまうかと思いますが、調整次第で風とのバランスによりプラスマイナス0になります。潮が流れている場合は、潮汐による潮の流れや流れが異なる潮がぶつかるところ、潮目付近のよれなどにより、ルアーが浮き上がったり沈んだりもします。ロッドの先端から出ているラインの動きや手元のラインの張り具合を見て、ルアーが自然に流れているのか、ルアーの沈み具合が速いのか遅いのかを確認して、ロッド操作やジグヘッドの重さを調整します。今回のまとめです。水平移動でなく同じ軌道とは、レンジキープの考え方は水平移動ではなく同じ軌道を繰り返すことです。これを再現性と言います。アジが釣れた棚、深さに再びルアーを届けることができて、連続でアジを釣ることができれば、レンジキープできていると自信を持って大丈夫です。自信を持ってレンジキープができるようになると、アジの群れがいるかいないかがわかるようになって、その場所で釣り続けるのか、それとももう少し深いところを狙ってみるのか、判断する力が身につきます。ロッドを上げるとは、レンジキープさせるために、沈んでいくルアーを上に持ち上げる作業が必要になってきますが、2種類のロッドを上げる方法と使い分け方がありました。ベイトパターンは L 字、直角方向。プランクトンパターンは I 字、真上方向。ロッドを上に動かす速さは、ルアーが沈む速度と同じです。その速度は、ジグタンの重さや形状、潮の流れなどの影響により異なります。風と潮の影響も計算するとは、ルアーの沈む速度は、風や潮など自然の影響による外的要因も考える必要があります。主な要因は2つありました。風の影響でラインが煽られる。潮の影響でルアーが浮き沈む。風が強い場合は、ロッドを下げてできるだけ風に煽られるラインを少なくします。潮が流れている場合は、ロッドの先端から出ているラインの動きや手元のラインの張り具合を見て、ルアーが左右に流されているのか、ルアーの沈み具合が速いのか遅いのか確認して、ロッド操作やジグヘッドの重さを調整します。今回の動画は、釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。今回の授業は以上となります。レンジキープが釣る力の手助けに少しでもなれれば幸いです。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。釣りって学べる。